いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は T-Hi-Fi Doodoo プレイナーモデルです。T-Hi-Fi のモデルのレビューって久しぶりだね。しかもプレイナーモデルとなると P1Max まで遡るかな？多分そうだね。リンクパンダの相性の P1Max は 14.2mm のプレイナードライバーを搭載。Doodoo と P1Max の波形比較はこんな感じ。中域の減衰の少ないのが特徴だよね。そう。Doodoo は 13mm のプレイナードライバーです。最近のプレイナーモデルは一時期よりもドライバー口径が小さくなっている傾向ですかね。レッドシュアー S08 も 13mm でしたし。確かに、コストの面やイヤホン自体のサイズ感にも気をつけているのかもね。価格が12,000円台から15,000円台とショップによって開きがあるけど、プレイナーモデルで12,000円台で買えればお得感あるね。音質次第だけどね。タイプ C のケーブルはメモリアルバージョンに付属するのね。その分価格も高くなっているけど、上のような仕様でちょっと面白そう。カスタム EQ は開発中の T-Hi-Fi のフリーアプリを使うみたいだね。サイズは厚みはそんなになく、全体的にこじんまりした感じです。カメレオンパネルと呼ばれるフェイスプレートはヘアライン加工で、角度によって T-Hi-Fi のロゴの色味が変化しますね。いい感じ。アルミニウム合金で重さは見た目ほどではなく、片側 6.7g です。ドライバーは 13mm のプレイナータイプ。冒頭でも触れているけど、もっと大きな口径のドライバーに引けを取らない質感の音を聞かせてくれる。Doodoo はかなり帯域バランスを意識しているようだけど、実際聞いてみてそれがよくわかる気がした。イヤーチップの比較はこれね。最初の主張の際、ちょっと音域が薄く感じたんで、5から6キロ過ぎあたりまでがあまり落ちないものがいいかなと思って、装着感の良さと合わせて、リバイナスベルベットにしたよ。マイイヤーチップを重ねてみると、5キロ以上で結構ばらつきが出ているので、イヤーチップでの音質調整の幅は結構広いと思う。今回のサウンドチェックは P1Max との比較ですか？いいや、割と最近のプレイナーモデルを2つ選んでみた。おお、レッドシュアー S08、ナイス HCK、F1 プロか。それぞれ特徴あって、Doodoo とは違う部分が多そうだね。そう、価格帯は S08 がちょっと高めになるけど、両方ともちょっと気になるモデルでしょ。そうだね。どちらも以前レビュー動画を上げているんで、気になったら過去動画をチェックしてみてね。S08 は他と比べて低域から2キロぐらいまでの重さの違い、F1 プロは広域の出方の違いが聞き分けられると思うんで、そのあたりを意識してもらえばと思うよ。音調整の基準は Doodoo、ケーブルはバンドル品を使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。Feeling me no more than baby hit ignition. I won't be yet another conquest in your science fiction. Oh, 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 you're acting spacey, baby. No, 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 got my own gravity holding me.
はい、サウンドチェックでした。各モデルの特徴が割とはっきり出ていたみたいです。S08 は低域重め、2キロ以上が控えめで、全体的に低域を意識したバランス。F1 プロは2キロまでのカーブはドゥドゥにそっくり、2キロ過ぎで小さなピークを作った後、3から5キロあたりは落として、5キロ過ぎからの大きめなピークで広域を作っている感じだね。そんな風に見えるね。ドゥドゥは2から5キロにかけては他にモデルより出ているが、これは他にモデルが抑えてるからそう見える。でも3キロ付近のピークは特徴的。超広域は他にモデルに比べかなり出してる。このあたりね。比較モデルの実機の印象は S08 は収録音のイメージに近い。F1 プロの実機は広域もっとクリア。ドゥドゥを音調整の基準にして一番聞きやすくして公平に差分を出しているんで、そこは仕方ないところ。じゃあ、ドゥドゥを聞いた印象ね。箱出し最初の主張はバンドルケーブルを使ってみた。なんか中広域が沈む感じで広域が細く感じて、第一印象はあまり良くなかったんだよね。その日はそのままバーンインを続けた。翌日、久しぶりにナイス HCK のシルクシアンケーブルに変えてみたら、なんか全然印象変わっちゃって、中広域の薄さは感じなくなっていて、超広域もよく聞こえる。定位感もすごく良くなってた。リケーブルよりバーンインの結果かもしれませんね。そうだな。どちらの効果もあると思う。というわけで、この視聴環境での聞いた印象ね。まず低域がいい。波形を見るとそんなに低域に特化しているようには見えないけど、全体の工程のレベル差がそんなに大きくないので、そのバランスの中で低域が占める割合が大きいということだと思う。量感とアタック感のバランスと質感がすごくいい。フロアタムオタクのジャックさん、当然フロアタムもチェックしたよね。別にオタクじゃなくてチェック項目に入ってるだけだよ。で、どうなのよ。いいね。すごくいいよ。低域の迫力とカーナビが両立してる。リズム全体が締まるので、あとは広域さえ良ければ完璧って感じだわ。冒頭の P1MAX との比較でも触れましたが、中域はそこそこ絞っているように見えます。その影響はどうでしょうか。中域の出方をチェックするリファレンス曲では影響はほとんど感じなかったね。でもさすがに P1MAX と比べると豊かさでは差が出るね。ボーカルやメロディーはうまくバックと混ざって必要以上に前に出てくる感じはしない。それって褒めてるよね。もちろんこのピークがもっと2キロ寄りだともっとボーカルが前に出てくると思う。あと4キロ手前あたりを落としているのもポイントのように見える。うるさくなりすぎない調整をしてる感じ。2キロ過ぎから7キロあたりまでのカーブはドゥドゥの特徴だと思うよ。超広域がよく聞こえるって言ってたよね。そう、このカーブだと多分この範囲だと思うんだけど、ハイハットの刻みの細かい部分とか残響感、あと低位感にも影響あると思う。イメージだけど上の方からかすかに聞こえてくる音が埋もれずに存在しているのが心地いいっていう感じかな。リケーブル後特に聞こえやすくなった気がする。だいぶ気に入られたようですが、全体的にはどうでしょうか。広域がきついなぁと感じるプレイナーモデルはだんだん減ってきているように思う。ドゥドゥもまたその傾向でとてもバランスの取れた響き方をすると思ったよ。パワフルさも繊細さも備わっていて質感がいいとレビューしやすくて助かるよ。これで1万円台中盤ぐらいならプレイナーモデルとしてはコスパの高いモデルで買いだと思うね。そうですよね。視聴してみて安定した響き方が好印象でした。これからプレイナーモデルが欲しいなぁという方には検討してほしいモデルだと思います。ということでインハイファイのプレイナーモデルドゥドゥのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。